あの時ああしていれば。過去の過ちが何度も心をよぎり君を苦しめてはいないか。眠れぬ夜自分を責め続けてはいないか。結論から言おう。過去を変えることはできない。だが過去の意味を変えることはできる。この動画で君のその後悔を未来を照らす光に変える知恵を授けよう。そもそもなぜ我々は過去の出来事にこれほど苦しめられるのか。それは過ぎ去って存在しないはずの過去という幻に心が縛られているからだ。これを仏教では執着と呼ぶ。考えてもみよう。昨日の君と今日の君は全く同じ存在だろうか。食べたものも考えたことも細胞の一つ一つも全てが移り変わっている。過ちを犯した過去の君はもはやどこにもいないのだ。それなのに君は私がやったことだという固定的な私という考えにとらわれている。いないはずの過去の自分を今の自分が延々と罰し続けている。これが後悔という苦しみの正体なのだ。過去は川の流れのように過ぎ去った。君はその流れの岸辺に立ち、ありもしない過去の影をつかもうとしているに過ぎない。その手を離し、今ここに流れている現在という川に目を向けるのだ。では、具体的にどうすればその執着を手放せるのか。そのための最初のステップを教えよう。私の教えにこのような一節がある。過ちを犯しても自ら気づき悔い改めれば罪は消える。これはただ忘れろと言っているのではない。過去と正しく向き合い、その意味を転換させる具体的な方法なのだ。これには3つの段階がある。第1段階は過ちに気づくことだ。これは、失敗したなとただ思うことではない。自分の行いがなぜ過ちだったのか。それによって誰がどのように傷ついたのか。自分のどんな弱さや愚かさがそれを引き起こしたのか。この事実を痛みとともにありのままに見つめるのだ。逃げずにごまかさずに、だ。これができなければ後悔はただの自己憐憫に過ぎん。次に第2段階、悔い改める、だ。ここで言う悔いとは自分を責めることではない。第1段階で得た気づきをもとに二度と同じ過ちは繰り返さないと固く決意することだ。そしてもし謝罪できる相手がいるのなら誠心誠意謝罪する。許されるかどうかは問題ではない。自分の過ちを認めその責任を取ろうとする姿勢が君の心を自由化するのだ。もし謝罪する相手がもういないのならその相手への償いの気持ちを他の誰かへの良い行いに変えるのだ。これが過去の意味を変えるということだ。そして最も重要なのが第3段階だ。決意を具体的な行動に移すこと。過去の過ちから学んだ教訓を日々の生活で実践するのだ。人を傷つける言葉を言ってしまったのならこれからは思いやりのある言葉を心がける。怠惰によって機会を失ったのなら今日から小さな努力を始める。この第3段階を実践し続けることで初めて過去はただの失敗ではなくなる。君を成長させるための尊い清君へと昇華されるのだ。気づき、悔い改め、行動する。このサイクルを回し続ける限り君の罪は消え、後悔は成長の糧となる。さて、過去の意味を変える道筋は見えたな。だが、それでもなお、ふとした瞬間に過去の記憶がよみがえり、心を乱すこともあるだろう。そんな時に君の心を守る3つの実践法を授けよう。1つ目は、不能の教え、だ。ある時、一人の男が私を激しく罵った。だが私は黙ってそれを聞いていた。男が罵り疲れた頃、私はこう尋ねた。もし君が他人に贈り物をしようとして相手が受け取らなかったら、その贈り物は誰のものかねと。男は、もちろん、贈ろうとした私のものだ、と答えた。私は言った。その通りだ。君は私を罵ったが、私はその罵りを一切受け取らなかった。だから、その言葉はすべて君自身のものだ、と。後悔も同じだ。過去の君が現在の君に罪悪感や自己否定という贈り物を差し出してくる。君はそれを律儀に受け取る必要はない。ありがとう。でも、それはもう受け取らないよ、と心の中で静かに返せばよいのだ。二つ目は、今、この瞬間に集中すること。後悔は心が過去をさまよっている時にしか生まれない。未来への不安も心が未来をさまよっている証拠だ。ならば、心を今につなぎ止めればよい。最も簡単な方法は呼吸に意識を向けることだ。後悔の念が湧いてきたら静かに目を閉じ、吸う息と吐く息だけに集中する。空気が鼻を通り、肺を満たし、そして出ていく。その感覚だけを感じるのだ。これを数回繰り返すだけで、心は過去から現在へと戻ってくる。食事の時は味をしっかりと感じる。歩く時は足の裏が地面に触れる感覚を意識する。
今に集中する訓練が君を後悔の呪縛から解き放つだろう。3つ目は業を理解することだ。業とは君の行いそのものを指す。良い行いは良い結果を生み、悪い行いは悪い結果を生む。君が後悔している過去の過ちは紛れもなく悪業だ。そして今君が苦しんでいるのはその結果かもしれない。この法則は変えられない。受け入れるしかない。だがここからが重要だ。君の未来はまだ何も決まっていない。君の今の行いが未来の結果を作るのだ。過去の悪業を悔やみ続けるという新たな悪業を積むのか、それとも過去の教訓を生かし良い行いを積むという善業に変えるのか。選択権は常に今の君にある。業の法則を理解すれば過去に縛られる無意味さを知り、未来を作る力強い一歩を踏み出せるだろう。君の後悔は決して無駄ではない。それは君がよりよく生きたいと願っている証拠だからだ。美しい蓮の花を知っているか。あの清らかな花は決してきれいな自らは咲かない。深く暗い泥の中からこそ美しい大輪の花を咲かせるのだ。君が後悔している過去はその泥だ。その泥がなければ君という名の蓮は決して知恵の花を咲かせることはできない。泥を嫌い、泥を避け、泥をなかったことにしてはならん。泥を養分としてまっすぐに天を目指して茎を伸ばすのだ。そうすれば君にしか咲かせられない尊い花が咲く。君が比べるべき相手は他人ではない。後悔に沈んでいた昨日の君だ。昨日より少しでも心を軽くできたか。昨日より一つでも良い行いができたか。その小さな成長こそが君の過去が教訓に変わった証なのだ。過去を師とせよ。そして未来の君のために今の君が最高の弟子となるのだ。まとめよう。後悔の苦しみは存在しない過去への執着から生まれる。過去は変えられない。だが気づき悔い改め行動することで過去の意味は変えられる。心を今に集中させ未来のための善業を積むのだ。君の後悔という泥から知恵という蓮の花を咲かせよう。最後に一つだけ実践してみよう。次に後悔がよぎったらただそうか自分は成長したいのだなと受け止めるのだ。そして静かに呼吸に意識を戻す。君の心の平穏を願っているぞ。